私はある意味では死にました。まだ私が都内で電車通学していた頃ですから、もう15年以上前になるでしょうか。知人が私の顔を見るなり、あちこちで田中くんを見かけたと急に言ってくるようになりました。田中は亀井ですが、私のことです。田中くん、昨日スーパーの向かいの立ち飲み屋さんにいたよね。通りがかって手を振ったのに気づいてくれないんだもん。田中くんさ、昨日の夜交番のところのコンビニにいたよね。いつも買ってるのあの銘柄のタバコだっけ？田中くん、おとといあそこの2階のバーで飲んでたよね。この前俺も先輩に連れられて行ったんだけど、ああいうところにも一人で行くんだね。知人同士の全く普通の会話であると思われるかもしれませんが、これには一つ妙な点がありました。こういう話のどれ一つとして私には身に覚えがないのです。私は知人たちの言うような日時に、知人たちの言うような場所には全く行っていなかったのです。それでも知人たちの見かけた人物というのは私に実によく似ていました。他人の空似と言いますし、同じような雰囲気の人物がたまたま近い生活圏にいただけだと最初は思ったのですが、知人たちの言う人物の外見は相当特殊なもので一致していました。オールバックに固めた長めの頭髪、黒いフレームの丸眼鏡、口ひげにもみあげから顎を一周する顎ひげ、濃い色のジャケットに襟付きの色シャツ、下にはデニムを履いて足元は下駄履き。奇抜ないでたちに思われるかもしれませんが、これが当時文学部の学生だった頃の私が毎日のようにしていた装いでした。他人とはちょっと異なるいでたちであるだけに、同じような格好をした同じような年頃の人物が限られた地域でそうそう頻繁に見つかるようにも思われません。もしかして知人同士に面識があってみんなで私のことを担いでいるのかとも思われましたが、知人同士全員が互いに面識があるわけでもないことから、おそらくそんなことはないでしょう。ドッペルゲンガーという言葉がふと脳裏に浮かびました。それはもう一人の自分自身であり、遭遇してしまうと死ぬなどという言い伝えもあるようです。その正体は自分自身の生き量であるとか、自分の罪の意識が生み出した幻覚であるとか、いろいろに言われているようで、そういえば当時愛読していた芥川龍之介の短編にも登場していました。まさかバーで私を見かけたという知人とは大学で比較的よく話す間柄だったので、特に詳しく話を聞いてみました。彼によれば、私らしき人物が私のいつも吸っているタバコをくわえて支援をくゆらせながら、私が愛用しているのとそっくりな万年筆で何か小難しい書き物をしていたと言います。不気味になった私はその知人からバーの場所を聞き出して、とにかくその店に行ってみることにしました。もしもその人物がバーの常連客ならば、きっと頻繁に足を運んでいるはずであり、店員や常連客から噂を聞くこともできるだろうし、そのうちに本人が現れることもあるだろうと考えたからです。私は23区から少し離れた学生街に住んでおり、問題のバーは私がよく足を運ぶ隣の駅から出てすぐの目立たない雑居ビルの2階に入っていました。
バーの看板には往年の映画から撮ったとおぼしき店の名前がついており、窓から垣間見える店内も渋い感じで、当時の自分のような若輩者が常連客の紹介もなく突然入店するには気遅れしてしまうような店でした。それでも強いてドアを開いて入ってみると、8人くらい座れる L 字型のカウンターに、4人掛けの小さなテーブル席が2つついた、こじんまりとしたバーでした。棚にはウイスキーがたくさん並んでいます。カウンターの中から「いらっしゃい」と声をかけてくれたのは30歳くらいのきれいな女性でした。お店の外観から渋くて頑固なおじさまのマスターを想像していたので少々意外でした。まだ早い時間だったからか店内に先客はおらず私一人でした。女性がニコリとして声をかけてきます。田中さん、いつもの？初めて店に入ったのにもかかわらず投げかけられた、いつもの？という問いかけに私はぎょっとしました。よほど妙な表情をしていたのでしょう。女性は心配そうに言葉を重ねました。どうしたの？あ、いえ、どうして僕の名前を？どうしてって、ちょっと大丈夫？いつも来てくれてるでしょう？あれ。現実にあまりにもわけのわからないことが起こると、どうも人間、思うように声が出ないようです。店員の女性が言うには、私は毎週のようにこの店に来て、ラム酒を飲みながら難しそうな哲学の本を広げている、と。確かに、その頃の私はラム酒ばかりを飲んでいましたし、大学での専攻も哲学でした。女性、みやびさんというらしいことが分かりました。は私が沿線の大学に通う学生だということも言い当てました。しどろもどろになって僕はなぜかみやびさんに話を合わせようとしていました。何か最近飲みすぎてて覚えてないっていうか。そう、若いからってあんまり飲みすぎちゃダメだよ。お水いる？どうも。その後、私は申し訳程度に酒を注文してから何かいい加減なことを言って会計を済ませるとその場を立ち去りました。私が店のドアを開けて外に出たところで1階からこちらに登ってくる人がいます。ちょうど入れ違いでお客さんが来たのでしょう。人がすれ違うのも難しい狭い階段でしたから私はその人が登りきるのを待っていました。ところがその人物が奇妙なのです。それはジャケット姿の男性客でした。しかし明らかにサラリーマンではありません。黒っぽいジャケットにデニム履きで黒縁の丸眼鏡、口元がひげに覆われてはいるもののどうやら年はまだ若く勤め人というよりは書生といった風情。オールバックに固めた髪はそろそろ床屋に行った方が良い長さで片手にはまるで辞書のような厚さの緑の表紙の要所が握られています。緑の表紙の要所には純粋理性批判と書かれているのが後で近づいてきた時に見えました。私も当時大学の授業で読んでいたカントの哲学書です。おまけに足元は下駄履きでした。これが噂の男に違いありません。カン、カン、カン、カンとその男が階段の上でわなわなと震えている私の方にもろくに気づくことなく上がってきます。ふと
うつむいていた男の顔がようやくこちらを見上げたのですが、その瞬間、私の恐怖はホットアンドに変わりました。男の顔は、私の顔とは似ても似つかないものだったのです。私も毎日鏡を覗き込むような整った顔立ちでもありませんが、向こうの人とは鼻筋や顎のあたりの形がまるで違いました。背格好や服装は確かによく似ているものの、あれは明らかに私ではありません。当然ですが、あまりにもまじまじと彼の顔を見ていたのでしょう。どうかしましたか。ああ、通れないのか。と、男は寝起きのような不機嫌そうな声でボソッと言うと、私の横を、失礼、と言って通り過ぎていきました。私は下駄で降りづらい階段をそれでも駆けていき、一人暮らしをしていたアパートに逃げ帰りました。翌日、頭を冷やした私は、また例の店に行ってみる気になりました。それは第一に、あの私とそっくりな背格好の男に興味を持ったからでした。確かに私とほとんど同じような服装や髪型をしているけれども、確かに別人だと分かった今となっては、意外と好みが合う良い友人になれるかもしれない、と思いました。カントの哲学書を、それもドイツ語の原書で持ち歩いている、というのも気になりました。どこかの哲学科の学生さんだろうか。しかし、うちの大学や大学院ではあの人を見たことがない。どこの大学の人だろう、と思っていました。また、私とそっくりな人物が別人であることが確認できたとはいえ、雅さんがどうして私の名前を知っていたのかについては、後になって考えてみても謎のまま残っているのでした。新しい友人を見つけ、雅さんがなぜ私を知っていたかという謎を解消するため、私は再びその店にやってきたのでした。いらっしゃい。あ、田中さん。こんばんは。昨日はどうしたんですか？出て行ってすぐ戻ってくるんだもの。背筋がぞくりとしました。ああ、違いますよ。昨日確かに私と同じような格好の人があの後もう一人入っていきましたけれども、それは別の方で、僕も本当にびっくりしたんですよ。自分にそっくりな方っているものなんですね。他人の空似って言うんですか。昨日も言いましたけど、僕はここ昨日が初めてですよ。なぜか弁解じみた言葉を自分でもそれとわかるほどの早口でまくし立てている自分がいました。雅さんは虫歯がしみて痛みが走っているのを我慢しているような妙な表情で私のことを見ていました。黙って座っているのもなんだったので、私はとりあえず注文をしました。ロンサカパをロックでお願いします。ラム酒の香気が鼻孔を抜けて、甘み、続いて強いアルコールが臓腑に流れ込んでいく感じがして、私はほーっと息をつきました。ガチャン。次の瞬間、丸氷とグラスがいっぺんに床で粉々になっていました。正面の鏡を見た私の手から受け取ったばかりのグラスがすり抜けていったのでした。鏡に見ているものを信じられない私の手から。カウンターの向こうには雅さんの背後に棚があって、たくさんの酒瓶が並べられていました。他のバーでもよく見かけると思うのですが、その棚が作り付けられている壁面は鏡になっています。見習いのバーテンダーさんがシェーカーを振るフォームを確認していたりするあの鏡です。
私の正面にある鏡には当然ながら私の姿が映っていました。しかしその顔は私のものではなく、昨日階段ですれ違った男のそれだったのです。顔色が悪いと心配してくれるみやびさんに挨拶もそこそこに、私は再びアパートに逃げ帰りました。翌朝、悪い夢を見たと思ってベッドから起き出して、部屋の洗面所で恐る恐る鏡を見てみましたが、顔は元に戻ってはいませんでした。団子鼻で丸顔の見慣れない顔が私を見つめ返していました。その後、誰に会っても相手は全く違和感を覚えている様子はありません。まるでこれがもともと私の顔だったとでも言うように。すぐ後の夏休みに実家に帰省した時に会った家族や親戚にも何も言われることはありませんでした。実家にあった卒業アルバムも家族写真も何もかも全部あの顔にすり替わっていました。当時大学進学前に交際を始めた人と遠距離恋愛をしていたので、実家に帰省した後にすがるような気持ちで彼女に会いに行きました。あの人にだけは分かってもらえるのではないか、そう思っていました。しかし無駄でした。もう一人の自分に遭遇してしまうと死ぬ。確かにこれまでの私はある意味では死にました。そして多分彼も死んだのです。互いに一体となることで私は顔を失い、彼は自我を失いました。こうして自分の顔を失った私は心に穴が開いていきました。もしかして何かの拍子に自分の精神が変調をきたしてしまったのかと思い、心療内科や精神科にも通院しました。他人の顔が区別できないという症状はたまにあるんですが、自分の顔がわからなくなるというのは珍しいですね。とさして興味なさそうな口調で言い、主治医は高価なのに効き目のない抗うつ薬を毎月処方するばかり。医者には黙って途中で通院をやめました。あの男とは階段ですれ違ったあの日以来会っていません。それに私の顔が失われたあの日から田中に会ったと知人に聞かされるドッペルゲンガー現象はパタリとやみました。あれは一体何だったのでしょうか。どなたか似たような経験をしたことがある方がいたら助けてください。友人のお隣さん。これは私が大学生の頃の体験談です。東京多摩地区の某私立大学に通っていた私。名前は M 木としておきます。地方出身なので大学の近くにアパートを借りて暮らしていました。私の実家はそこまで裕福ではなかったので、学費は出してもらっていましたが仕送りはほとんどなく、生活費はバイトをして工面していました。そんな私が当時仲良くしていたのは、実家が東京区内で電車通学の T ミと、同じく地方出身でアパート暮らしの S 穂。同じゼミに所属していたこの3人は、授業もかぶっていることが多く、学内でも学外でもいつも一緒に過ごしていました。3人のたまり場は、もっぱら S 穂のアパート。S 穂は大学徒歩圏内の私の部屋と区内の実家暮らしの T ミの家との中間地点にアパートを借りていました。S 穂はお姉さんと暮らしていたので
アパートは大きめ。間取りは 2LDK でしょうか。駅からそう遠くなく、繁華街というより落ち着いた界隈にあります。S 穂のお姉さんは学校やバイトで不在がちだったのですが、私たちが大学2年になった年からドイツに留学に行ってしまいました。そのため、みんなはさらに S 穂のアパートに入り浸ることに。泊まり込みで集まることもありました。3人とも彼氏はおらず、女だけで遊ぶのが楽しい頃でした。さて、大学2年の後期が始まった頃、事件が起こります。S 穂の部屋の隣に誰かが引っ越してきたようなのです。このアパートは結構古めのアパートだからか、なかなか借り手がおらず、少なくともここ1年半はずっと空き部屋でした。お隣さん、どんな人なの？とティーミが聞きました。授業中ですが、みんな死後ばかりの時間です。わかんない。まだ姿見てない。挨拶とかで会ってないんだ。私は少しびっくりしました。私は今の部屋に引っ越してくるときに、お隣さんに挨拶に行ったのだけど。いやさ、そもそも引っ越しの現場を見たわけでもないんだけど、ベランダにあった入居者募集の看板がなくなっててさ、郵便受けも鈴木って名前が付けられてたから、ああ、誰か来たんだなって、今のとこ、それだけ。と、S 穂。やはり都会は引っ越しの挨拶をしないものなのでしょうか。3人で騒いでうるさくしてクレーム入れられる前に、こっちから挨拶言っとかない？と提案しました。いやいやいや、こっちは女子大生3人なんだからさ、向こうが変なおじさんだったら危ないよ。ほっとけばいいよ。と、ティーミ。なんか今のとこ、ごそごそ生活音とか気配がするだけで、お隣さんが男か女かすらわかんないしな。じゃあ今夜、また S 穂の部屋に集まってみんなで様子見よう。というティーミの提案で、S 穂の家で遊ぶことに決まりました。私は夕方に塾講師のバイトがあるので、21時過ぎから合流することに。ティーミと S 穂が料理を作って、バイト終わりの私が加わってみんなで食べる、というのがお決まりのパターンです。講義が終わってから解散し、私は自分のアパートでスーツに着替えてからバイト先の塾へと向かいました。今日の受け持ちは中学受験の小学生の算数クラス。お受験と聞くとギスギスしたイメージでしたが、今日のこのクラスの子たちは和やかでのびのびとした性格の子が多いのです。さて、バイトが終わってスマホを見ると、いつもは2人から連絡が入っているのですが、今日は何もありません。新着メッセージの通知がなく、なんだか寂しい気分。こんなことは初めてです。今終わった。疲れた。今日のご飯何？ワクワクした様子のスタンプと一緒に、3人のグループ LINE にメッセージを送りました。いつもならすぐ既読がつくところですが、しばらく待っても未読のまま。私がバイトして頑張っている間、2人は楽しく何かに夢中になっているんだと思うと、なんだか惨めになってきました。2人はバイトしなくても親が助けてくれるから。私は自分で働かないと生活できない。どんどん惨めになってきて、気がついたらこうメッセージを送っていました。ごめん。
生徒から風邪もらったみたいで、なんかしんどくなってきた。写したくないし、今日は自分の部屋に帰るね。その前に送ったメッセージは削除。どうせ未読のままでしたし。不思議なことに、なんだか本当に寒気がしてきて、急いで部屋に帰り、夕食も取らずに寝てしまいました。心身ともに疲れが溜まっていました。翌朝、気まずいのですが、今日も午前から3人同じ授業があります。頭痛がしますが、この授業は出席で評価が決まる授業。単位は落としたくないので、学校に行きました。昨夜からスマホは特に見ていませんが、歩きながら SNS をチェック。昨日の LINE のメッセージは未読のまま。T ミのインスタを何気なく開いてみました。私も S ホもインスタは閲覧専門なのですが、T ミは毎日数件投稿するタイプなのです。昨夜の投稿。2人が作ったであろうビーフシチューの美味しそうな写真と、3人の女性の笑顔の写真。愕然としました。その3人。T ミと S ホとスーツ姿の私。私は昨日、自分の家に帰りました。私が S ホの部屋にいるはずはないのです。ありえない。ふと前を見ると S ホと T ミの姿が。T ミは S ホの部屋に泊まって一緒に来たのでしょう。おはようといつものように楽しそうな笑顔の2人。こちらは混乱でそれどころではありません。うまく返事ができず、結果的に無視してしまいました。そのまま口も聞かず、講義が始まりました。いつもは近くに座るのですが、私は2人から離れたところに1人で座りました。なぜ言っていないのに私が写真に写っているのか。もしかして、S ホのお隣さんが私のドッペルゲンガーだったりして。そんなバカな。だいたいメッセージも全部無視されているし。イライラが止まりません。講義が終わったところで S ホが話しかけてきました。M キごめんね、許して。ちょっと悪ふざけが過ぎたの。3人で学食でランチを取りながら話しました。昨日2人で頑張ってシチュー作って待ってたのにさ、M キが勝手に帰っちゃって、私たちちょっと怒ってたの。と、T ミ。私も人のことは言えませんが、T ミはちょっと短気なところがあります。せっかく3人分あったし、お隣の鈴木さんに話しかけるチャンスかなと思って、鈴木さんとこ訪ねたの。S ホが話し始めます。鈴木さんはアラサーくらいの女の人でね、一人暮らしだって。聞いたらご飯まだって言うから、うちに招いて3人で食べたの。あのインスタの写真は何？鈴木さんじゃなくて私だったよね。どういうこと？と聞くと、T ミは少し意地悪そうな笑みを浮かべました。鈴木さんってフォトグラファーなんだって。昨日 M キが来なくてムカついてたから、鈴木さんがフォトショップしてくれたの。と、T ミ。ごめんね、怒った。と、S ホ。大丈夫。それにしても鈴木さんプロだね。すごいね。今夜は4人で遊ぼっか。と、私。T ミは高飛車で私と衝突することもありますが、
S 穂がクッションになり、私たち3人の調和が取れています。今回も無事仲直りして、夕方 S 穂のアパートに行きました。そういえば M 期がうち来るの、鈴木さんが引っ越してきてから初だね。と、S 穂。そして、アパートに着いた私たちは、呆然としました。なぜなら、鈴木さんの部屋に相当する部屋のベランダには、見慣れた入居者募集中の看板が。郵便受けに鈴木の名前はなく、ひっそりしています。昨日の夜までいたよね。朝も普通に暮らしてた気配したよ。と、S 穂。T ミも珍しく神妙な面持ち。その後間もなく、就活で忙しくなり、3人でいることは少なくなりました。卒業して何年も経つと、すっかり疎遠になってしまった私たち。あの時一度も鈴木さんの姿を見ていない私は、もしかしたらすべて2人の狂言だったのかとも思います。しかし、あんな写真加工は2人ともできません。もし本当に鈴木さんが存在したなら、なぜすぐにいなくなったのか。それともあの夜、私が一緒に食事をしたのか。T ミのインスタからは、あの写真は消されています。